り解説、カリギュラの衝撃から女王へ。名優ヘレン・ミレン、波乱万丈の傑作映画ベスト10。ねえマリサ、イギリスの女優でヘレン・ミレンっているじゃない？最近だとアクション映画で銃を撃ちまくってる上品なおばあちゃんってイメージだけど、昔はもっとすごい映画に出てたって本当？ああ、本当だぜ。今でこそアカデミー賞を受賞して大英帝国の至宝なんて呼ばれてるが、若い頃はあの伝説の問題作、カリグラで大胆なヌードを披露して、スキャンダラスな女優として世界中に衝撃を与えたんだ。あの気品あふれる女王様役の人が？信じられないわ、まさに正反対じゃない。そこが彼女のすごいところなのぜ。裸の女王から本物の女王へ、世間の偏見やレッテルと戦いながら、圧倒的な演技力と度胸でハリウッドの頂点まで上り詰めた。その波乱万丈な役者人生は、昭和の映画ファンなら絶対に胸が熱くなるはずだぜ。それはすごく気になるわね。どんな作品を経て今の彼女があるのか、早く知りたいわ。よし、それじゃあ今回はヘレン・ミレンの傑作映画をランキング形式で紹介していくぜ。今回は作品の核心や結末に触れるネタバレもガンガン含んで解説するから、未見の人は注意してくれよな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。第10位、レッド、2010年。それじゃあ、記念すべき第10位から発表するぜ。第10位は、2010年に公開された痛快アクション映画 RED レッドだ。この作品で彼女は、65歳にしてアクションスターという新たな扉を蹴破ってみせたんだぜ。アクション映画なんだ。ヘレン・ミレンって、シェイクスピアとか歴史ドラマのイメージが強いから意外だわ。一体どんな役で暴れているの？彼女が演じたのは、元 MI6 の凄腕スナイパー、ビクトリアだ。引退後は優雅な年金生活を送っていて、趣味のフラワーアレンジメントを楽しんでいる。というのは表の顔。実は、現役時代のスリルを忘れられず、殺しの仕事がしたくてうずうずしているっていう、とんでもないおばあちゃんなのぜ。優雅な年金生活と殺し屋への未練って、ギャップがすごすぎるわよ。でも、そんな危険な役を60代半ばで演じるなんて、体力的に大丈夫だったのかな？心配無用だぜ。むしろ彼女の水を得た魚のような演技が、この映画のハイライトなんだ。特に伝説的なのが、真っ白でエレガントなイブニングドレス姿のまま、巨大な重機関銃をぶっ放すシーンだぜ。バラバラと薬莢が飛び散る中で、彼女は恍惚とした表情で敵をなぎ倒していくんだ。ドレス姿で機関銃。まるで映画のポスターみたいな画力ね。想像しただけでかっこよすぎて鳥肌が立ちそう。上品さと凶暴さが同居してるなんて、まさに彼女にしかできない役じゃない。その通りだぜ。ハンドバッグからサブマシンガンを取り出して至近距離で撃ちまくったり、ウィンクしながら敵を始末したりと、とにかく殺しを楽しむ姿が最高にクールなんだ。この作品で彼女は、従来の映画ファンだけじゃなく、若い世代からも最強にかっこいいおばあちゃんとして熱狂的に支持されたんだぜ。第9位、エクスカリバー、1981年。第9位は、1981年公開のファンタジー映画、エクスカリバーだぜ。ジョン・ブアマン監督がアーサー王伝説を壮大なスケールで描いたこの作品で、ヘレン・ミレンはアーサー王のイフシであり、復讐に燃える魔女モーガナを演じているんだ。今度は魔女役なのね。さっきのアクションスターからガラッと変わって、中世のファンタジーだなんて、本当に役柄の幅が広いのね。ああ、この映画での彼女は、妖艶さと邪悪さが入り混じった演技で、見る者を圧倒するんだ。特に有名なのが、大魔法使いマーリンを陥れるシーンだぜ。彼女はマーリンから魔術の秘密を手に入れると、その力を使って、なんと彼を水晶の洞窟に封印してしまうんだ。うわぁ、恩人を罠にかけて閉じ込めるなんて、とんでもない悪女ね。でも、水晶の中に閉じ込められるなんて、映像としてはすごく神秘的で綺麗そう。その映像美も伝説級だぜ。だが彼女の恐ろしさはそれだけじゃない。彼女は自分の息子であるモードレッドを、アーサー王への復讐を果たすための道具として冷徹に育て上げるんだ。そして、
全身が金色の黄金の鎧を身にまとった息子を、王への使客として戦場へ送り出すんだぜ。自分の子供にそんな派手な鎧を着せて戦わせるなんて、母親としての情愛よりも、復讐心が勝っているのがゾッとするわね。その狂気こそが彼女の真骨頂なのぜ。ちなみにこの作品には、まだ無名に近い若き日のリアム・ニーソンが騎士役で、ガブリエル・バーンがアーサー王の父であるウーサー王役で出演しているんだが、画面を支配するヘレン・ミレンの圧倒的な存在感の前では、彼らも霞んでしまうほどだ。まさに悪の花と呼ぶにふさわしい名演だぜ。第8位、ホワイトナイツ、白夜、1985年。第8位は、1985年に公開されたホワイトナイツ白夜だ。この映画は、当時の世界的なトップダンサー、ミハイル・バリシニコフとグレゴリー・ハインズが共演したことでも有名な、冷戦下のサスペンスドラマだぜ。すごいダンサーが出てるのね。でもサスペンスってことは、ただ踊るだけじゃなくて事件も起きるの？ヘレン・ミレンはやっぱり踊る役なのかしら？いや、彼女は踊らないが、物語の感情的な鍵を握る極めて重要な役どころだぜ。彼女が演じたのは、ソ連のキーロフバレエ団の責任者ガリーナ。実は彼女、バリシニコフ演じる主人公ニコライのかつての恋人なんだ。亡命してアメリカへ渡った彼が、飛行機事故でソ連に逆戻りしてしまい、8年ぶりに再会するという、あまりに皮肉で切ない運命を演じているんだ。うわぁ、元彼が敵国から戻ってくるなんて、気まずいどころの話じゃないわね。ソ連ってことは KGB とかも絡んでくるんでしょ？板挟みになっちゃいそう。その通りだぜ。KGB の厳しい監視下で、動揺を必死に隠して彼に接する再会シーンの緊張感は、見ていて息が詰まるほどだ。彼女は国家への忠誠と、かつての恋人への愛の間で激しく揺れ動くんだ。そして最終的に、彼の細胞命計画を知った時、彼女がどんな決断を下すのか、その涙ながらの葛藤は、派手なダンスシーン以上に観客の心を締め付けるんだぜ。アクションやファンタジーだけじゃなくて、そんな繊細な大人の恋愛ドラマもしっかり演じられるのね。女優としての深みを感じるわ。さらに面白い事実があるんだ。実はこの映画の監督、テイラー・ハックフォードとヘレンは、この撮影がきっかけで恋に落ち、後に結婚しているんだぜ。映画の中ではヒレンを演じたが、現実ではこの作品で生涯のパートナーを見つけたっていう、なんともロマンチックな裏話がある作品なんだ。第7位、英国万歳、1994年。第7位は、1994年公開の歴史大作、英国万歳だ。現代はズバリ、ジョージ王の狂気。華やかな王室の裏側で起きた、あまりにも過酷で悲劇的な実話を映画化した作品だぜ。狂気だなんて、穏やかじゃないわね。ヘレン・ミレンは王妃役って聞いたけど、豪華なドレスを着てお茶を飲んでるような優雅な映画じゃないの？そんな生優しいものじゃないぜ。彼女が演じたシャーロット王妃は、夫であるジョージ3世が突如精神に異常をきたし、崩壊していく様を目の当たりにするんだ。当時の医療は未発達で、王は治療と称して焼いたコップを肌に吸い付けられたり、高速位で椅子に縛り付けられたりと、まるで動物のような扱いを受けるんだ。国王に対してそんな拷問みたいなことを、それを奥さんが見ているなんて、辛すぎるわ。さらに残酷なのが、権力を狙う実の息子、皇太子の裏切りだ。彼は父を狂人として王位を奪おうと画策し、唯一の味方である王妃を夫から強制的に引き離すんだ。夫が名を叫びながら連れ去られ、彼女もまた必死に夫を求めながら引き裂かれるシーンは、涙なしには見られない屈指の名場面だぜ。愛する夫が壊れていく上に、息子に引き裂かれるなんて、ただ悲しいだけじゃなくて、女性としての強さや尊厳も問われるような凄まじい役ね。その通り、彼女は絶望の中でも気品を失わず、夫を信じ抜く妻の愛を圧倒的な演技力で表現したんだ。この演技で彼女はカンヌ国際映画祭の女優賞を受賞し、かつてのスキャンダラスなイメージを完全に払拭して、世界最高の演技派としての地位を不動のものにしたんだぜ。第6位、長く暑い週末、1980年。
第6位は、1980年のイギリス映画、長く暑い週末だ。現代は、ザ・ロング・グッド・フライデー。日本劇場未公開ながら、英国映画協会が選ぶ20世紀のイギリス映画ベスト100にも選出された、知る人ぞ知るネオノワールの傑作だぜ。未公開なのにそんなに評価が高いのね。どんなお話なの？主人公はロンドンの裏社会を牛耳るボス、ハロルド。彼は大規模な再開発事業で表社会に進出しようとしてるんだが、突如として部下が殺され、カジノやパブが爆破される謎の攻撃を受けるんだ。犯人が全く見えない中、疑心暗鬼になったボスがロンドン中を駆け回って、犯人探しに教本する姿を描いた物語だぜ。見えない敵に追い詰められるボスか。もう逃げ場がないってわけね。緊迫感がありそう。ヘレン・ミレンはどんな役なの？彼女はボスの情婦ビクトリア役だ。情婦といってもただの添え物じゃないぜ。教養があって知的で、短気で暴走しがちなボスを知った激励する強い女なんだ。特に印象的なのは、混乱するボスが裏切り者の側近を衝動的に殺してしまい、正気を失いかけた時のシーンだ。部下を殺しちゃったの。それでどうなるの？彼女は血まみれの現場で、パニックになるボスの足にすがりつき、さらに横っ面を張り飛ばして正気に戻させるんだ。このシーンの彼女の迫力は凄まじいぜ。アメリカンマフィアとの大事な会食でも、そやなボスをフォローして相手を魅了するなど、彼女がいなければ組織はもっと早く崩壊していたと思わせるほどの存在感なんだ。肝っ玉が座ってるなんてレベルじゃないわね。まさに内助の功ってやつかしら。でも、結局犯人は誰だったの？実は IRA、アイルランド共和軍だったんだ。部下の些細なトラブルが原因で、国際テロ組織を敵に回してしまったんだよ。ラストシーンも衝撃的だぜ。すべてが終わったと思って車に乗り込んだボスの喉元に、ある人物が銃口を突きつける。その殺し屋役を演じているのが、なんと映画デビュー直後の若きピアース・ブロスナンなんだ。後のジェームズ・ボンドが IRA の殺し屋役。それは意外すぎるわ。セリフはほとんどないが、その冷酷な視線は強烈だ。車内で銃を突きつけられたボス、ボブ・ホスキンスが、観念したように苦渋の表情を浮かべる無言の超回しで映画は幕を閉じる。このラストも含めて、渋い男たちのドラマと、それを支えるヘレン・ミレンの輝きが光る一作だぜ。第5位、ゴスフォードパーク、2001年。第5位は、2001年の傑作ミステリー、ゴスフォードパークだぜ。1930年代のイギリス貴族の館で起きた殺人事件を描いた群像劇で、ヘレン・ミレンは屋敷を取り仕切る厳格なメイド長、ウィルソン夫人を演じている。メイド長、ダウントンアビーみたいな感じかな？キビキビしててかっこよさそうだけど、今回はどんな事件に関わるの？ああ、まさにその、ダウントンアビーの脚本家が書いた映画だからな。彼女は普段、プロフェッショナルとして使用人たちを厳しく統率する鉄の女として振る舞っている。だが、事件の裏には、彼女のあまりに壮絶な過去と、押し殺してきた母性が隠されていたんだ。母性？ただの目撃者とかじゃなくて、犯人と何か深い関係があるってこと？ここからは確信に触れる最大のネタバレだぜ。実は、屋敷に来ていた客の若い従者ロバートは、かつて彼女が屋敷の主人との間に産み、泣く泣く手放した実の息子だったんだ。彼女は息子が父親である主人を殺そうとしていることに気づき、彼が殺人の罪で絞首刑になるのを防ぐため、息子がナイフを突き立てるよりも先に、自ら主人に猛毒を持って殺害していたんだ。息子を守るために、自分の手を汚したってこと？実の親を殺す罪を息子に背負わせないために。そうなんだ。すべてが終わった後、彼女は、私は完璧な召使いよ。自分など持たないと静かに語る。自分の人生を犠牲にして息子を守り、それでも名乗り出ることはできず、ただの召使いとして生きていく。その抑圧された悲しみと覚悟が滲み出るラストシーンは、アカデミー助演女優賞にノミネートされるのも納得の、映画史に残る名演だぜ。第4位、コックと泥棒、その妻と愛人、1989年。第4位は、
1989年公開のコックと泥棒、その妻と愛人だ。ピーター・グリーナウェイ監督による、絵画のような美しさと吐き気を催すようなグロテスクさが融合した、伝説のカルト映画だぜ。タイトルからして怪しげだけど、カルト映画ってことは相当ショッキングな内容なの？ヘレン・ミレンはまた脱いだりするのかしら？脱ぐどころの話じゃないぜ。彼女が演じたのは、横暴な泥棒の妻ジョージーナ。ジャンポール・ゴルチエの豪華な衣装をまとって大敗的な美しさを放っているが、その夫は彼女を所有物のように扱う最悪の暴君なんだ。綺麗な服を着てても中身は地獄ってわけね。でも、ただ耐えてるだけの役じゃないんでしょ？ああ。彼女は店で出会った学者と不倫関係になるが、それが夫にバレて、愛人は見せしめとして惨殺されてしまう。ここから彼女の、映画史に残るおぞましい復讐が始まるんだ。彼女はコックに依頼して、なんと殺された愛人の死体を丸焼きに調理させるんだ。人間を料理にするってこと？嘘でしょ。想像しただけで気持ち悪くなってきた。そして彼女は、その料理をテーブルに運び、夫に銃を突きつけて、これを食べろと強要するんだ。夫が恐怖に震えながら、かつて自分が殺した男の肉を一口食べたその瞬間、彼女は静かに、一食い、と言い放ち、夫を射殺して幕を閉じるんだぜ。うわぁ、怖すぎる。愛する人を料理して、憎い夫に食べさせるなんて、人間の発想とは思えないわ。その究極のタブーを、圧倒的な映像美で描き切ったのがこの作品のすごいところだ。見る人を選ぶ劇薬のような映画だが、ヘレン・ミレンの覚悟と狂気が刻まれた、絶対に忘れられない一本だぜ。第3位、第一容疑者、テレビシリーズ、1991年から。第3位は、1991年から放送された伝説の刑事ドラマ、第一容疑者だ。これは映画じゃなくてテレビシリーズだが、ヘレン・ミレンを語る上では絶対に外せない、彼女のキャリアを決定づけた超重要作だぜ。刑事ドラマなのね。昭和の日本でも、太陽にほえろとか人気だったけど、イギリスの刑事ドラマってどんな感じなの？やっぱりドンパチやるのかしら？いや、これは派手なアクションよりも、もっとヒリヒリするようなリアリティを追求した作品だ。彼女が演じたジェーン・テニスン警部は、徹底した男社会である警察組織の中で、女性というだけで強烈な差別や偏見にさらされるんだ。部下の男たちは彼女をボスと認めず、捜査情報を隠したり、陰で性悪女と罵ったりと、陰湿な嫌がらせを続けるんだぜ。うわぁ、見てて胃が痛くなりそう。でも、そんな状況でも事件を解決しなきゃいけないんでしょ？精神的に参っちゃいそう。そう、だから彼女は聖人君子じゃないんだ。仕事のストレスを紛らわせるためにチェーンスモーカーになり、アルコールに依存していく。私生活はボロボロだ。でも、その人間臭さと、捜査にかける執念があまりにリアルで素晴らしいんだ。そのリアリティを証明する、とんでもない逸話があるんだぜ。逸話？まさか、実際に起きた事件を元にしてるとか？もっとすごいぜ。このドラマは警察組織内部の対立や矛盾、そして捜査手続きをあまりに詳細に描いていたため、なんと本物のロンドン警視庁の新人研修の教材として使用されたことがあるんだ。本物の警察が、ドラマを教科書代わりに使ったの？それって、プロが見ても勉強になるくらいリアルだったってことじゃない？その通りだぜ。ポリスプロシージュラルと呼ばれる手続き重視のジャンルにおいても、最高峰の評価を受けているんだ。特に、彼女が犯人を追い詰める尋問シーンは圧巻だ。暴力ではなく、証拠と論理でじわじわと相手の逃げ道を塞いでいく様は、鳥肌が立つほどの緊張感だぜ。この役で彼女は英国アカデミー賞を3度も受賞し、名実ともにトップ女優の座を掴んだんだ。第2位、カリギュラ、1979年。いよいよ第2位だぜ。第2位は、1979年公開の映画史に残る問題作、カリグラだ。ローマ帝国史上最悪の暴君を描いたこの映画は、あまりに過激でスキャンダラスな内容で、世界中に衝撃を与えたんだぜ。カリグラ。名前は聞いたことあるわ。確か、
すごくエッチで残酷な映画なんでしょ？そんな作品に、あのアカデミー賞女優のヘレン・ミレンが出てたなんて信じられないわ。彼女が演じたのは、皇帝カリグラの4番目の妻カエソニアだ。カリグラは最愛の妹ドルシラから猛反対されたにもかかわらず、淫乱で離婚歴があるという理由で彼女を気に入って妻にしたんだ。劇中では、彼女が大衆の前で仮面をつけて出産する異様なシーンがあるんだが、そこでは実際の分娩映像が編集で挿入されるなど、演出も常軌を逸しているんだぜ。ひえ選ばれた理由もすごいけど、演出も常軌を逸してるわね。でもマリサ、この映画って確か、ハードな大人のシーンがあるって有名じゃない？彼女もそれを承知で出演したの？そこがこの映画の最大の問題なのぜ。実は、この映画は当初は歴史ドラマとして企画されていたが、プロデューサーのボブ・グッチオーネが映画に露骨なポルノシーンを大幅に追加し、アート映画とポルノ映画の境界線を曖昧にした異例の作品になってしまったんだ。そのため、当初の期待とは全く異なる内容になってしまい、出演者たちも完成作には複雑な感情を持ったと言われているんだぜ。それって完全に騙されたってことじゃない。名優たちが真面目に演じたのに、勝手にそんな映像を混ぜられるなんて、屈辱的すぎるわ。まったくだぜ。現場はトラブル続きだったそうだが、それでも彼女の演技は本物だった。ラストシーンでは、暗殺者に襲われたカリグラの元へ反響欄で駆け寄るんだが、彼女もまた無残に反逆者たちの歯にかかり、切り殺されてしまうんだ。血の海の中で倒れるその最後は、映画の狂気を一身に背負った壮絶なものだったぜ。制作の裏側は茶番でも、彼女の役者魂だけは汚されることなくフィルムに残ったんだ。第1位、クイーン、2006年。そして栄光の第1位は、2006年公開のクイーンだ。かつてスキャンダラスな王妃役で名を馳せた彼女が、ついに実在する本物の女王、エリザベス2世を演じて世界の頂点に立った。まさにキャリアの集大成と言える傑作だぜ。あのエリザベス女王を演じるなんて、すごいプレッシャーでしょうね。どんなお話なの？舞台は1997年、ダイアナ元妃がパリで交通事故死した直後の、英国王室激動の1週間を描いた実話ドラマだ。世界中が悲しみに暮れる中、王室は沈黙を貫き、国民から猛烈なバッシングを受けるんだ。伝統を守ろうとする女王と、変化を求める国民との間で、王室は存続の危機に立たされるんだぜ。ああ、あの時のこと覚えてるわ。国民が怒って大変だったのよね。女王様も相当苦しかったんじゃない？その孤独な苦悩を象徴する、映画史に残る名シーンがあるんだ。バッシングから逃れるように一人で山中へドライブに出かけた女王は、川のほとりで一頭の美しく巨大なオシカと遭遇するんだ。彼女はその孤高の姿に涙し、心を奪われる。まるで、パパラッチに追われるダイアナや、批判にさらされる自分自身の姿を重ねるように、早く逃げなさいと優しく語りかけるんだ。ちなみに、この鹿はダイアナの孤独と王室の宿命を象徴する演出で、女王が自分の感情を動物に投影するシーンは、多くの評価から映画史上最高の象徴的表現と称賛されたんだぜ。自分と同じように追われる鹿を気遣うなんて、女王としての仮面の下にある、一人の人間としての弱さや優しさが見えるシーンね。しかしその後、その鹿は無残にも狩りで撃ち殺されてしまう。その死体を見た彼女の表情には、女王としての覚悟と悲哀が刻まれているんだ。最終的に彼女は、ブレア首相の助言を受け入れ、国民の前で追悼の意を表明し、王室の危機を救う。ヘレン・ミレンはこの、憑依したとも言われる完璧な演技で、第79回アカデミー賞主演女優賞を受賞したんだぜ。総評またはまとめ。カリグラの衝撃から、クイーンの栄光まで、本当に波乱万丈な役者人生だったわね。ただ過激なだけじゃなくて、その裏には確かな実力と、偏見に負けない強さがあったのね。ああ、彼女はセクシーであることと知性的であることは両立できると証明し続けてきたんだ。若い頃は脱ぐ女優と色眼鏡で見られたこともあったが、逃げずに挑み続けた結果、
今では誰もが認める大英帝国の至宝になった。70代を超えてもアクション映画で暴れ回るなんて、かっこよすぎるだろ？本当にそうね。年を取ることをネガティブに捉えないで、むしろ武器にしている姿に勇気をもらったわ。私もあんな風に素敵に年を重ねたいな。彼女の活躍はまだまだ続きそうだぜ。みんなはどのヘレン・ミレン映画が印象に残っているかな？ぜひコメントで教えてくれよな。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録も頼むぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうな。